スポーツサイクルでフロント側の変速システムを持たないものをフロントシングルやワンバイと呼びます。今のところロードバイクはフロントダブル、つまり2バイが主流、マウンテンバイクは1バイが主流です。でもロードバイクにおいてもスラムの 1x13 エクスプローの活躍や噂される次期デュラエースで1バイの選択肢があるとかないとかの憶測もあって注目を集めていますね。次にロードバイクを買い替えるときは1バイもワンチャンみたいにうっすら考えている人もいるかもしれません。この動画ではロードバイクにおける1バイの選択肢について考えていきます。具体的にはギアレンジ、ギアのつながり、重量、空力、価格、駆動効率、操作性あたりを順々に見ていきます。また基本的にはプロやアマチュア上位のような視点でなく、もうちょっと緩いホビーユーザーの視点で行かせてもらいます。というかそれしか無理。アーシ自身もロードは 2x12、グラベルで 1x13 を使用していますので、そこら辺の主観も織り交ぜつつ、でもなるべく客観的に考えていきますね。ちなみに以前フロントシングルが大きく注目されたのは11速時代でした。2012年のスラムのマウンテンバイク用コンポーネント WX1 の衝撃です。 WX1 は超ワイドスプロケット、スラント角がなくオフセットガイドプーリーとクラッチを備えたリアディレイラー、ナローワイドチェーンリングを備えていました。近代1バイの3種の神器。マウンテンバイクは F1 バイが主流になっていきます。ロードバイクやシクロクロスへの流用も行われましたが、ロードでは主流にはなりませんでしたね。では当時の1バイと比べて現代の1バイはどのくらい進歩したのでしょうか。始まるよ。まずはシンプルにギア比を見ていきましょう。一口に1バイといってもいくつかタイプがあるけど、今回扱うのは WX1 から発展波及してきたワイドレンジ型の1バイです。さっき言ってた3種の神器が必要なやつです。現在この路線の代表格がスラムのエクスプロアシリーズです。最新モデルでは10、46の13速、460% のレンジを備えています。他にもカンパニョーロの13速レコード、スーパーレコードでは1バイのオプションがあり、467% か 480% のレンジがあります。これらは一応グラベル向けですが、ロードとの共通部品も多く、エクスプローなんか平然とロードバイクの完成車にも組まれていますね。シマノにも GRX でロード流用可能な1バイがあるけど、まだ12速で、今回は最新の1バイを見たいので、申し訳ないけど触れません。では、これら最新1バイの460から 480% というレンジは2バイと比較してどうでしょうか。現在 2x12 で、ホビーユーザー的に一般的なのはフロント50、34のリア11、34の構成かと思います。この構成の場合リアのレンジは 309% ですが、フロントと合わせると最終的に 455% となります。あんまり1バイと変わらないわね。もちろん他の組み合わせもあるけど、現代の1バイは2バイと遜色ないレンジを持っていることがわかりますね。なるほど、レンジが十分なのは分かった。でもスポーツサイクルなんだから重要なのはギア同士のつながりだと言いたい人が多いかと思います。こちらについても見ていきましょう。よく自転車のギア比を比較するのにこんな感じの一覧表が使われています。なんもわからん。左が1バイ、右が2バイの減速比を一覧にしたものだけど、これ見てパッと特性がわかる人はこんな動画見る必要ないです。アーシだってわかりません。なんとか特性をうまく視覚化できないかなと思って、こんな感じのグラフを作ってみました。とりあえず 1x13 のエクスプロアをグラフにしてるけど、100rpm で変速しながら加速していった場合に、どのようにケイデンスが変化するかを表しています。横軸が速度、縦軸がケイデンスです。例えば一番軽いギアからスタートした場合、時速 13km くらいでケイデンス100になって、そこでギアを一段重くすると、ケイデンスが83に落ちるって感じです。
ギザギザの刃の深さが変速時のジャンプ量を表しています。ジャンプは均等なことが望ましいと思いますが、外装変速機では仕組み上ほぼ不可能です。横軸を見ればそのジャンプがどのくらいの速度で発生するかわかるようになっています。ギザギザ全体の幅がトータルのレンジです。なのでこの場合、レンジは時速 10km くらいから 60km 弱、変速時のケイデンス低下はおおむね10くらいだけど、低速域はややジャンプが大きく、15くらいのケイデンス変動があると読めます。最大のジャンプは1段目から2段目の間で、17.4 のケイデンス低下ですね。60キロなんて使わないんだけど。そういう場合はフロントを小さくしたバージョンに脳内保管してね。最近はそういうオプションもちゃんとあるので。で、単体で見ても判断しにくいので、比較用の 2x12 のグラフも作ってみましょう。2x12 の場合、このようにインナー側とアウター側の2本の線が引けて、どこで切り替えるかによって複数のパターンが考えられます。あまり複雑にしたくないので、単純にインナーで軽い方から6枚使ったらアウターに切り替えるってことにすると、こんな感じになります。なぜ6段目で切り替えたかというと、電動シフトのシンクロ機能を使うとデフォだとここで切り替わるらしいってだけです。ジャンプの大きさだけで言ったら、もっとスムーズなポイントもあるんだけどね。こうしてみると、実質15足分しか使ってないので。この場合はね。ではこの線を、さっきの1倍のグラフと重ねてみましょう。ふむ。最高速度がほぼ一致しているのは、1/13のフロント波数で意図的に合わせたからです。総レンジもほぼ同じなので、対応できる最低速度もほぼ同じですね。2x12 が実質15段で、1/13より2段分多いんだけど、どこが増えてるかというと、ここら辺の低速域と、中速から高速の切り替え位置あたりです。逆に中速域、高速域は2倍も1倍もあまり変わらないようです。なんとなく1倍は大きいスプロケのせいで低速に強いイメージあったけど、どっちかといったら高速域の方がつながりは良いのね。まあモデルによるんだけど、リアスプロケットの重い方半分くらいは1倍でも2倍でもほとんど同じ組み合わせだからね。このようにギアのつながりにおいて1倍は2倍に部分的に劣るけど同等な部分もあるって感じになります。ついでに黎明期の1倍 WX1 と最新の1倍を比べてみましょう。 WX1 はマウンテンバイク用ですが、今回はロードに流用したとして 46T に設定しました。総レンジはまあまあですが、全域で粗い、特に高速域はだいぶ省略しているって感じになるので、1倍の進歩がわかるかと思います。エアップだけだとあれだから、自分が使っているセットアップ同士でもグラフ化しました。2x12 はさっきまでと同じ 1x13 は 440% のスプロケを使ってフロントは 38T とした低速よりの設定です。このスプロケは明確に低速側をワイドに高速側をクロスにという分かりやすい設定でお気に入りです。使用感も大々グラフ通りです。中速以下はややギクシャク感がある時もありますが、速度が乗ってくると滑らかにつながります。個人差あると思うんだけど、ジャンプが 10rpm くらいだと滑らか、15rpm だと普通、20rpm だと大きいって足は感じます。なので2倍はほとんど全域滑らかで、調子がいい時は最高です。ただ、時速20から 30km のどこかでインナーアウターの切り替えをしないといけないので、その間をうろうろされると煩わしく感じることもあります。たまにだけどね。続いてはこのグラフを見てもらえるでしょうか。これは？このグラフは10速から13速の1倍と2倍、それぞれのレンジと平均ジャンプ、最大ジャンプを示したものです。2倍の10から12速はその世代のデュラエースの最もワイドな組み合わせを選びました。13速デュラエースはまだないので、代わりにスーパーレコード13のデータを使っています。2倍はワイド化が大きく進んでいる一方で、ジャンプの大きさはあまり変化していません。
ケイデンスの変動でいうと一貫して平均で 10rpm 以下、最大値で 15rpm 以下に収まっています。ワンバイはマウンテンバイク出身ということで最初からワイドですが、平均ジャンプを少しずつ改善しています。これ見るとワンバイが2倍に近づいたというよりも2倍がワンバイに近づいているようにも見えるわね。そこら辺は抽出するデータによってだいぶ印象変わるからあれなんだけど、ワンバイと2バイが近づきつつあるのは確かかと思います。一方でワンバイの段数が少々多くても全体的なクロス具合においては昔の2バイにも及ばないってことも事実みたいです。ただこの及ばない部分は主に低速域に配置されているってことは覚えておいてほしいです。ギア比の話はこれくらいにしといて、他のメリットデメリットをどんどん見ていきましょう。まず重量について。最近はよく知られてきましたが、ワンバイは実は大して軽くありません。それどころかバイクルーマーの記事がソースですが、スラムの場合ワンバイの方が若干重いかもしれないレベルです。ワンバイが 2432g で2バイが 2369g。比較記事じゃなくて別々の記事だから測定方式の違いによる誤差はあるかもしれません。もちろんワンバイはフロント変速システムがなくなることによって 200g くらい軽くなるんですが、大型化したスプロケットがほとんど打ち消す、それどころかオーバーすることすらあるようです。カンパニョーロの方は最近発売したセカンドグレードのレコード13の重量を公式サイトから拾ってきました。ギリワンバイの方が軽いけどこの程度なら構成次第で簡単に逆転すると思います。同じくらいのレンジを目指すならワンバイの重量的なメリットはほぼないと言えそうです。次は駆動効率や駆動抵抗について。これはワンバイが不利と思っている人が多いと思うんだけど、一概にそうとも言い切れません。ここら辺のテーマは詳しい過去動画があるので、できればそれを見てほしいです。なかなかいい出来の動画ですよ。自画自賛オツ。でもここでもざっくり説明すると、まず基本的にはスプロケットによる損失はハスに反比例します。この点では今回使っている例ではアウターを使っている時は2バイが若干有利、インナーを使っている時は1バイの方が有利です。またこの損失はチェーンラインのズレにより増大します。この増大量は使用ギアにより異なりますが、2バイの場合はグラフのここら辺までしか使わないのに対して1バイは全域使うのでちょっとだけ不利でしょう。他にも1バイのリアディレイラーの高いテンションやクラッチ機能、フロントのナローワイドチェーンリングが1バイの抵抗を少しずつ上昇させます。総合的にはおそらく高速域では2バイが若干有利、低速域では1バイが若干有利くらいになると予想しています。といってもある程度パワーをかけていれば全抵抗の内駆動系の損失が占める割合は小さく、普通は 3% そこらです。250W かけているなら 7.5W 前後ってとこですね。その 7.5W くらいがちょっと増えたり減ったりって話なので2バイが若干有利傾向とは思いますが、2W くらい差があれば上々っていったとこじゃないでしょうか。多分ね。多分。誰か測ってね。次、空気抵抗ですが、1バイはフロントディレイラーがなくなった分とチェーンリングにヤロなものを使えるため若干有利と言われています。と言っても具体的なデータを私は持っていません。ただ時速 30km も出ていれば抵抗のほとんどは空気抵抗なので、それがコンマ数%減るだけでも結構影響が大きいです。と言ってもプロ級の超高速で数ワットってとこかと思います。先ほどの駆動効率の優越はこの空気抵抗差でかなり打ち消される、あるいはちょっと逆転するかもしれません。これも誰か測ってね。これは探せばありそう。というわけでいろいろ優劣があるわけだけど、全体的に細かいしどっちか一方に偏っているわけじゃないのでアマチュア的には気にするほどの差にならないと思います。次は大事なお値段についてです。普通に考えれば1バイの方が安いわね。ですがモデルによって結構事情が違います。スラムの場合
代理店の価格から計算すると、1バイがざっくり48万、2バイが53万円です。全体的にすげえ高いですが、トップグレードですからね。定価だから、実売はもうちょっと安いと思います。あと、多少必要なものが抜けてます。DD とかブレーキローターとか。1バイと2バイの価格差は約5万円。割合だと1割ってとこです。フロントディレイヤーとそのバッテリーで9万くらい稼ぐんですが、鬼高いスプロケが4万以上取り返していきます。クランクセットはエアロなやつにしたら2バイと同じ値段になっちゃいました。5万は小さくないけど、このクラスでこの差だと値段で選ぶって感じじゃないわね。カンパニオーロの方も見ておきましょう。セカンドグレードのレコードです。これも公式から拾ってきた定価なので、実売はもう少し安いと思います。12万円差、割合で言うと 20% です。これはまあ、選択に影響出るかしら。どちらにせよ高いけど。フロントディレイラー関係で9万円ほど稼ぐのはスラムと一緒です。あとはクランクが2万円安くなって、他には左レバーから電子系を省いて3万ほど稼いでいます。スプロケットの値段上昇は大したことないので、最終的に結構価格差が出ていますね。スラムが操作体系的に左レバーを省略できない。1バイだけ13速だからスプロケの価格差がでかいとか特殊事情なので、まあ2割くらい安くなる方が普通かと思います。シマノがどうなるのか、GRX から予想してみたかったのですが、GRX の体型が複雑でよくわからんからやめました。残りは数字に現れない要素がいくつかですが、実際のところこれらが一番大事かもしれません。1バイと2バイを交互に乗ってると、やっぱり1バイのシンプル操作は楽ですね。短距離の勾配変化が大きいとき、フロントを切り替えるべきか、そのまま強行するか、そういう判断に脳のリソースを使わないでいいです。特に疲れた時とかに効いてきますね。疲れてると、たまにわけわからんシフトするからね。もちろんチェーン落ちのリスクも小さくなります。保守面では、調整箇所が減るし、電動ワイヤレスなら充電箇所も減るのは嬉しいと思います。洗車も少し楽になりますし、1バイは全体的に良好なコンディションを維持しやすいと言えると思います。また、後からレンジを変更したくなった場合、一長一短はあるけど、チェーンリング1枚で全体的なレンジを調整できる1バイは少し有利かと思います。こんなところでしょうか？この動画ではもともと結論を出さないつもりだったけど、まとめはやります。現代の1バイは総レンジで言ったら2バイと同レベルです。でも変速の細やかさは2バイより1ランクを取ります。ただ、変速の粗い部分はロー側に集中して配置されていて、中速以降は1バイと2バイはかなり似ている傾向です。重量面では、両者にそれほどの差はありません。駆動効率や空気抵抗は多少の差がありますが、あっても数ワットのレベルと思われ、判断基準にするには弱いと思います。価格面では1バイが有利ですが、商品によりけりで、それほど安くない場合もあります。操作や保守面では、1バイ側のメリットが結構大きそうです。皆さん楽しく悩んで、次の自転車の構成を考えてみてください。個人的にはヒルクライムを重視したいから低速域がクロスな2バイがまだ魅力的ですが、1バイのエアロチェーンリングのビジュアルにも心惹かれます。ところで、この動画を見た人は13速と聞いて、どこまで踏んねんって思った人も多いかと思います。でも、エクスプローのグラフを見ても、ここら辺に一段挟みたい感あるし、ロー側にも、もう一段入れてクロスにしたい感もあります。総レンジだって、マウンテンバイク系の 500% 超えを使う人もいるから、まだ増やす需要があるようです。だから、もう少し増えると思います。ちなみに20段にすれば1倍で、すべてのケイデンス変動を 10rpm 以下にできそうです。そうなれば2倍はお役御免ですね。さすがにないでしょう。バイバイ。バイバイ。